いつもと変わらない静かな朝でした。父は毎朝決まった時間に起きます。元大工の父は規則正しい人でした。医師の指示も完璧に守っていました。処方されたお薬も一度も忘れません。それなのになぜでしょうか、あの日から何かが狂い始めました。医療の専門家すら首をかしげた謎、すべての対策を講じていたはずなのに、父を襲う突然の異変、新しい薬でもなく、難しい手術でもなく、父の命を救ったのは、寝室にあったある小さな道具でした。始まりはほんの少しの違和感。朝起きてきた父が少しふらついていました。少し疲れたかな。父は笑っていました。でもその笑顔がどこか不自然で、言葉が少しだけもつれるようでした。それはすぐに収まり、昼間は元気になります。病院へ行っても結果は異常なし。脳の血管も心臓の動きも検査ではすべて正常と言われました。年齢のせいでしょう。そう言われると信じるしかありません。だけど異変は決まって朝方に起きました。お日様が昇る前、一番静かな時間に父の体の中で何かが起きていました。原因がわからないまま時間だけが過ぎていきました。毎朝父の部屋のドアを開けるとき、心臓が激しく鼓動を打ちました。今日も無事だろうか、息をしているだろうか。元気だった父の背中が日に日に小さく見えていきます。夜が来るのが怖くなりました。布団に入る父の姿がまるでどこかへ行ってしまうようで、お休みの一言がとても重く感じられました。何もできない自分、ただ見守るだけの家族。静かなリビングで母と二人、ため息ばかりが増えていきました。薬を飲んでいるのになぜ防げないのだろう。答えのない問いが暗闇に消えていきました。ある日の夜明け前、父の部屋から小さな物音がしました。慌てて駆けつけると、父が首を押さえて苦しそうにしていました。その時気づいたのです。父の姿勢がとても不自然なことに、横を向いて寝ている父の頭が不自然に高く持ち上がっていました。そういえば父はずっと硬くて高いそば柄の枕を愛用していました。これじゃないと眠れない。それが父の口癖でした。昼間の検査では座ったり横たわったりまっすぐな姿勢だけ。でも夜のあの高い枕の上で父の首はどうなっていたのだろう。もしかしたら原因は病気ではなく、この姿勢にあるのでは。かすかな光が見えた瞬間でした。私たちは翌日、大きな行動ではなく小さな見直しをしました。父の枕を観察してみたのです。長年使った枕は真ん中が硬く、高さが10センチ以上ありました。横を向いた時、首の骨が不自然に曲がっています。新しい高級な枕を買うのではありません。家にあるバスタオルを何枚か重ねてみました。高さを少しずつ変えてみたのです。目指したのは首の骨がまっすぐ床と平行になる高さ。これまでの枕よりほんの2センチほど低い位置でした。父は最初少し低いなと落ち着かない様子でした。でも首の後ろに不自然な隙間がなくなり、頭がすっと後ろに引かれる形に、寝返りを打っても
首が折れ曲がりません。首が楽かもしれない。父がぽつりと、そうつぶやきました。複雑な治療ではなく、寝る時の首の角度を整える。ただそれだけの小さな家族の試みでした。それから1週間、朝方の冷え込みが厳しい季節でした。いつもなら不安がよぎる時間。でも父の部屋からは静かな寝息だけが聞こえていました。朝起きてきた父の足取りがしっかりしていました。よく眠れたよ。その言葉を聞いたとき、涙があふれそうになりました。言葉のもつれもなく、お茶を飲む手も震えていません。特別な名医に出会ったわけではありません。ただ、毎晩の首への負担を少しだけ減らしただけ。日常の中にある小さな工夫が父の穏やかな朝を取り戻してくれました。小さくなった父の背中が少しだけ大きく見えた朝でした。私たちは普段最新の医療や高いお薬ばかりに目を脱つ割れがちです。でも本当に大切なのは毎日の暮らしの小さな隙間に隠れているのかもしれません。ご両親の枕の高さ、最後に見たのはいつでしょうか。高すぎる枕が大切な人の首を圧迫しているかもしれません。今夜少しだけ大切な人の寝顔を覗いてみてください。そこにある小さな2センチの優しさが明日を救うかもしれません。